こんにちは。ゼロから宅建士第7回です。前回は保証協会という開業の仕組みを整理しました。今回のテーマはいよいよ実務の入口となる媒介契約です。お客さんが家を売ってほしいと依頼するときに結ぶ契約です。一般専任、専属専任という3つの型があります。この3つの違いと3ヶ月や7日といった数字が得点源になります。まず、媒介契約とは何かを確認しましょう。媒介契約とは、取引の相手方を探してもらう契約です。例えば、自分の家を売りたい人が業者に買い主探しを頼む場面です。この時、業者は契約の当事者にはなりません。あくまで売主と買い主の間を取り持つ仲介役という立場です。今日学ぶルールは、主に売買と交換の媒介に適用されます。借借の媒介には適用されない点を先に押さえておきましょう。媒介契約には束縛の強さが違う3つの型があります。1つ目は一般媒介契約で一番束縛が緩い型です。複数の業者に同時に依頼することができます。2つ目は専任媒介契約で依頼できるのは1社だけです。ただし自分で買い主を見つけて契約することはできます。3つ目は専属専任媒介契約で一番束縛が強い方です。1社だけに限られ自分で相手を見つけることもできません。この束縛が強くなる順を意識すると数字が覚えやすくなります。それぞれの型をもう少し詳しく見ていきます。一般媒介契約では複数の業者に重ねて依頼できます。自分で買い主を見つけて契約する自己発見取引もできます。一般媒介には明示型と非明示型の2つがあります。明示型は他にどの業者へ依頼したかを伝える義務がある型です。この違いは後で出てくる書面の記載事項につながります。次に専任と専属専任です。この2つはどちらも依頼できるのが1社だけという点で共通します。他の業者に重ねて依頼することはできません。違いは自分で相手を見つけられるかどうかです。専任媒介なら自己発見取引をすることができます。一方、専属専任媒介では自己発見取引もできません。見つけた買い主とも必ずその一社を通して契約することになります。ここで3つの型を1枚の表で比較します。他の業者への依頼は一般だけができ、専任系はできません。自己発見取引は専属専任だけができないと覚えます。有効期間は一般媒介には法律上の制限がありません。これに対して専任と専属専任は3ヶ月以内という制限があります。できないが一つずつ増えていく並びがこの元のポイントです。専任系の3ヶ月ルールをもう少し掘り下げます。専任と専属専任の有効期間は3ヶ月以内です。3ヶ月を超える定めをしても自動的に3ヶ月に短縮されます。契約そのものが無効になるわけではない点に注意してください。更新できるのは依頼者から進出があった時だけです。業者の側から勝手に更新することはできません。そのため自動的に更新するという特約は無効になります。更新後の期間もやはり3ヶ月以内でなければなりません。専任系には依頼者を守るための2つの義務が加わります。1つ目は業務の処理状況を報告する義務です。専任媒介は2週間に1回以上報告しなければなりません。専属専任媒介はより頻繁に1週間に1回以上です。報告の方法は問わず、電子メールで行うこともできます。2つ目は指定流通機構、通称レインズへの登録義務です。専任は契約日から7日以内、専属専任は5日以内に登録します。この日数は
業者の休業日を除いて数える点に注意してください。一般媒介には報告義務も登録義務もありません。レインズ登録の流れをステップで確認します。まず、業者が期限内に物件の情報をレインズに登録します。登録すると、登録を破棄する書面が業者に発行されます。業者はこの書面を状態なく依頼者に引き渡さなければなりません。そして、売買が成立した時にもやることがあります。業者は状態なくレインズに制約を通知します。通知する内容は登録番号、取引価格、そして契約が成立した日です。登録から制約まで業者にはこまめな手続が求められるのです。次は媒介契約書面、いわゆる34条の2書面です。業者は媒介契約を結んだら状態なく書面を交付します。交付する相手は依頼をしてきた依頼者です。この書面は一般専任、専属専任のすべてで必要です。書面には宅建業者の記名が必要になります。ここが重要で、宅建士の記名や関与は必要ありません。後で学ぶ35条や37条の書面とはこの点が違います。依頼者の承諾があれば、電磁的方法で提供することもできます。34条の2書面には多くの事項を記載します。物件を特定する表示や売買すべき価格を書きます。媒介契約の種類、有効期間、解除に関する事項も記載します。報酬やレインズ登録に関する事項も記載事項です。既存の建物では建物状況調査を行うものの斡旋も書きます。特に大事なのが価格について意見を述べるときのルールです。業者はその価格の根拠を明らかにしなければなりません。この根拠は書面ではなく口頭で伝えることも認められています。今日出てきた数字をまとめて整理します。有効期間は専任も専属専任も3ヶ月以内でした。業務報告は専任が2週間に1回、専属専任が1週間に1回です。レインズ登録は専任が7日以内、専属専任が5日以内です。束縛が強い専属専任ほど業者の義務も重くなると覚えましょう。登録の日数は休業日を除いて数えることも忘れないでください。ここで今日のクイズです。専属専任媒介契約について正しいものはどれでしょうか？ A は依頼者は自分で見つけた相手と直接契約できるです。B は業務の処理状況を1週間に1回以上報告するです。C はレインズには契約日から7日以内に登録するです。少し考えてみてください。正解は B です。専属専任の報告は1週間に1回以上で正しいです。A は誤りで、専属専任では自己発見取引ができません。C も誤りで、専属専任のレインズ登録は7日ではなく5日以内です。今日のまとめです。束縛の強さは、一般、専任、専属専任の順に強くなります。専任系には3ヶ月、報告義務、レインズ登録がセットでつきます。自己発見取引ができないのは専属専任だけでした。34条の2書面は宅建業者の記名で足り、宅建士は関与しません。次回は宅建業者の広告と業務の規制を解説します。古代広告やおとり広告などやってはいけない広告を整理します。広告を始められる時期の制限や取引対様の明示も学びます。この動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。それでは次回お会いしましょう。